い、暴風や横風えぐい。アクアラインの頂点、横須賀。ここからフェリーで一気に九州まで行きます。今まで浜湯ばっか乗ってたけど、なんか違うフェリーな気がする。いいチケットっていうのをゲットしてるから、受付はもう済んでるから列に並んで乗るだけ。こんにちは。あれです。五条線で。はい。はい。チケットの方もあります。 QR。いいチケット。はい、うん。ありがとうございます。そうしましたら、お車ですね。はい。こちらまっすぐ行っていただいて、U ターンする形で。はい。こんな並び方すんの初めてな気がする。横須賀フェリーターミナル。ソレイユっていう船だね。これ初めてな気がする。スピードは坂だから。シェー、ソレイユ。ライトが切れんねん。はい。ローに入れて。独房。予約の時に部屋番号を指定できるの知らなくって、一番端っこの部屋取れたんで、なんとなく気が楽な気がする。布団とかシーツはバッチリありますね。クーラーのシーツかぶせてくれて、でコンセントが2個と USB が1個、 HDMI がなぜかある。室内とここでやる。ヘッドホンこれつなぐとテレビが聴けると。読書灯もある。ゴミ箱がある。素晴らしい。ティッシュはないからね。ティッシュにないの結構困るんだけどね。持ってきました。業界案内所ではエチケット袋もご用意しております。一瞬で来た。車両交換は立
もうね、今日はね、太平洋は大荒れらしいんでね、明日めっちゃ揺れると思う。アネロン飲んで、もう耳栓して寝ます。いただきます。結構揺れてんね。寝てると大丈夫だけど、立つとかなり揺れてる。4階へ。使われてるの初めて見た。徐々に少なくなってきました。ワールドシリーズの第2戦、初戦、ブルージェイズが11対4でドジャースを破って迎えた今日のゲームです。このままドジャースが勝ちます。ジャガポックルみたいな。お客様のお越しをお待ち牛乳がついてる。
松浦のアジフライ定食。回九州。あれ濡れてる。あ、雨じゃん。あれ雨降った後か。他にいい場所あったらいいけどないんだよな。隣にトラックとかがいるところだとサービスエリアだときついな、軽トラは。さっきコンビニで買ってきた。今10時37分で、フェリーで飯も食べて風呂も入ってきたんで、もうあと寝るだけっていう状態ですね。
で今日ここで寝て、明日博多発のフェリーで人生初対馬に行きます。対馬で釣り三昧車中泊旅、この上ない楽しみな旅なんだけど、エンジンと海猫さんの2馬力サップを持ってきてるんだけど、船出せる日があればガンガン使う予定です。今のところ絶望的な予報で、ずーっと風が強くて今週は。今日はアーセナル対パレスかな。来たー。耳栓してなんとか、そこそこ寝れました。耳栓なかったら絶対無理だね。今回ちょっとグレードアップしてて、ここにカーテンつけたのと、腰痛の帽子にホームセンターでクッションを買って、これを装着してます。レギュラー満タンカードで。はい、お願いします。かっけえ、あの車。対馬右側。すいません、対馬行きってどこ止めればいいですか？あ止めた先でコンテナの左側にコンテナありますので、そちらでお待ちください。ありがとうございます。高速船だね。ヴィーナスっていう対馬に行くやつ。
そろそろ受付の時間なんで建物に移動します。受付開始。どうしよう。どうすればいいんすかこれ。韓国行きの船か。こんな運河みたいなのあるんだ。
韓国語の表記が。堤防良さそうと思ったら入れなくなってるね。残念。その堤防の横にある磯行けるのかちょっと見てみる。車が何台かいるからね。チャリもあるしね。なんかあそこの人なんか釣ってるね。多分なんだけど撮影機材をもろもろ置いてきてしまって GoPro の首マウントが今見当たらないですね。ちょっとこれは由々しき事態だけど、とりあえずエギングの道具だけ持って調査、磯の様子を見に行ってみよう。めっちゃ釣りしやすそう。うわー、2匹同時にすごいね。へえ。アコ。おっちゃん赤旗のことアコって言ってた。どうやらイカはいないようです。ハサミ忘れちゃったんだけど、これ糸切れるかな。あ、切れた。いやでもこの磯はなんか来やすいし、あっちの方行けばなんか青物も回ってきそうな雰囲気あるから、ちょっと候補地だな。候補地だけどなんか穏やかすぎる気もすんだよな。風裏でやりやすくはあるんだけど、反対側のめっちゃ向かい風でやりにくいけど荒立ってるゴロタの方がいい気もするけど、対馬でかすぎてね、ちょっと移動が大変っぽいんだよね。これから時間かけていろいろ回ろうと思うけど、これ GoPro の首マウントとかもね、もろもろ忘れてきちゃったのがどうしようっていうね。海子に確認したらやっぱ今家にあるっぽいんで、いつもの首元のアングルで撮影ができない。この辺の店でダイソーがあれば売ってるんだけど、ダイソーかセリアとかであれば買おう。とりあえずここの磯の様子見は完了。何も釣れんかったけど、結構ガソリンスタンドも多いし、思ったより栄えてるな対馬は。あと韓国人がめちゃくちゃ多い。スーパーとかフェリー乗り場とか韓国人観光客だらけだった。